RC 東欧号。こんにちは。こんにちは。ドスログです。私 UK ワークス代表の右京です。右京さん。昨日いいことと嫌なことがあったんで。昨日まずね、まず僕右京さんにおめでとうっていうことを言わないといけないんですけれども、はい、昨日 GRK 最強決定戦2023の本戦がありまして、リク君が見事2位になりました。このリク君がうちのアルティメットシャーシを使ってもらってたということで、僕も使ってたんですけど、僕は予選に落ちしました。初日が確か16位までですよね。そうです。で右京さんがもう本当に崖っぷちギリギリのところだったんですけども、あと10人って時に、僕を地獄に叩き落としたのがリク君けどすごく結果オーライでした。僕追走残ってもあんな戦いできなかったね。でもあの大会で2位に入ったっていうのは本当すごいと思う。皆さんの力のおかげですよね。はい、やっぱりチームデイズのね、親伊豆さんのアドバイス、セッティングと、あとね、仲間たちのサポートがあって、あの結果。なるほど。僕うちのシャーシはたまたまだと思ってる。僕はね、あのシャーシーがあってこそだというそう信じたいです。さすが謙虚ですね。やっぱりね、人間力が大きいですよね。どっちかというとやっぱりシャーシとかは結果に過ぎないと僕は思ってます。まあ、ただね、そんな若い子のね、夢の協力できた、うちのパートナー協力できた、僕もすごい嬉しい。もうね、ベスト4入った時点で泣きそうになってて。本当？よだれが出てました。よだれじゃないです。涙です。目頭をうるうると隣でお兄ちゃんが大泣きしてました。お兄ちゃん大泣きしていうすごい感動的なね話が一つ体験もさせてもらったんで、ちょっとね、僕最近コンペではねいい結果が出てないんですけど、やっぱりそれっていうのはやっぱりコンペで集中してると結構疲れるんですよね。でどっちかというと今年は僕はパーツを開発する方に専念してたっていう。でまあこれからもそのスタンスでいこうかなとは思ってたんですけど、まあその後のリック君が走るようになったら、ちょっとリック君とああいう大きい大会でやってみたいなと。ということでちょっと来年はまあ基本的な練習、昔僕は結構基本的な練習をずっとやっててっていう、基礎的な練習。まあ皆さんよく覚えておいてください。来年も大化けする会社になりますんで。本当ですか？こういう感じに突き抜けるやつ。突き抜けて落ちる。よくあるじゃないですか。ネズミ講とかでこんなグラフを見せるやつ。で嫌なことって何でした？嫌なことは僕が予選落ちしたこと。予選落ち。そっち？僕も追走やりたかったね。今回大会で使ってたパーツでですね、実はあんまり知られてないものがあって、かなりの選手から高評価を受けているものがあるので、そちらの紹介の方をね、ちょっとしていきたいなっていうふうに思っておりますんでね。ぜひよろしくお願いします。この車、昨日の最強決定戦で使ってた僕のマシンなんですけど、それにもついてて、もちろん2位になったリック君の車にも使ってるパーツです。これですね。ディフューザーの部分ですが、これは初めて見るタイプですよね。これはまだ発売したばかりの可変式のカーボンリアディフューザー。純正でもリアディフューザーってついてるんですけど、RDX とかJRK にもついてて、結構あれって効果があるもので、かなりのダウンフォースを発生させるんですけど、そのダウンフォースの力を3段階に調整できます。なんでここにちょっとスリットが入ってて、見えるスリットがね、これ見えますよね。筋が1、2の3ってありますよね。ここを3段階の筋が入ってて、この板をその位置に差し替えることによって、ここの板の角度を変えることによってダウンフォースの力を変更させる。今結構、こういう空力で調整できるパーツっていうのは、ドリフト界にはないと思うんですけど、多分初だと思うんですけど、このディフューザーって結構効果があって、最近 GRK って上にバッテリーとかこう積みますね。積めるじゃないですか。そうするとですね、もうそれだけで十分トラクションっていうのは事足りるんですけど、そうなった時にディフューザーっていうのは悪さをするんですよ。余計にタイヤをダウンフォースで押さえつけることによって旋回方向のタイヤの抵抗が大きくなることによって旋回が遅くなっちゃう。でそういう時にこのディフューザーは一番弱く今してあるんですけど、ダウンフォースを弱めることによって旋回能力を上げる。逆にもっとトラクションが欲しい人は最強にして使ってもらえれば、直線バンジー。もともと GRK 最強決定戦のレギュレーションで、フロントバンパーとリアのディフューザーって必須なんですよ、取り外し。でセッティング的には取り外したいっていう人もいると思うんですけど、それができない人はこう
このアイテムで一番安くして使ってもらえる。そういう目的でもともと僕が作ったで、ちょっと構造がどうなってるか、パッケージがこちらになってますね。 UK ワークス、アルティメットリアディフューザー 70mm 幅。これ今70mm ってなってるんですけど、ちょっとオプションのプレートで 90mm、幅を広くするのもちょっと今後発売しようと思って。じゃあこちらね、ちょっと開けてみてみましょうか。結構部品点数多いんだね。こういう感じでね、6点の部品から構成されています。まずこれがメインプレートになって、メインプレート、こういうふうに横にこんな感じで、はいはいはい、こんな感じで、2枚じゃダメだったんだ。2枚だと強度的に、と、あとこう風をまっすぐ抜けさせる、要は安定性を持たせるために多分枚数は多い方がいいと思うんで。今さっき見たのが一番弱い状態だったので、ちょっと一番強い状態で一番上の溝のところに、一番上の溝をつけるとこんな感じですね。ちょっと横見せてもらっていいですか。でこれこうまだと抜けちゃうんで、この付属のビスでこのナットでここに、でこのナイロンナットね、緩み止めのナットを根元まで締めてもらって固定すると抜けなくなる。なんでまた角度変えるときは車体につけたババでもいいんで、これを抜いてもらって、これ今こんな感じね。これが一番弱い状態。これがすごい効いてるね。これでよくわかりますよね。3段階調整ができるようになってますって。つけてもらえばすぐ効果がわかると思う。まず何が大きいかって、トラクションのアップよりもリアの安定性がすごい増します。なるほど。一番弱い状態でも、ありなしで比べてもらうと全然違います。リアがしっかりする。風の力でやっぱり後ろに引っ張るんで、真ん中にこう車体を固定しようとする力が働くんで、リアの安定性が上がります。風の魔術師ですね。そうですね。ウィンドウ右京。ありがとうございます。えない君に走ってもらったんですけれども、一番最初に乗らせていただいたのが、一番弱い状態、効果が弱い状態で、その後にディフューザーを外して、最後に、一番ダウンフォースが効く、一番強い状態で乗り比べてみたんですけど、ない状態の方が振り出しはしやすいです。パキンと動かす方向にしたいんだったらなくても、むしろない方がいいのかなっていう感じでしたけど、やっぱりどうしても高速コーナー飛び込んだ先とかでちょっとふらつく感じがあったんですよ。で一番弱い状態でやった時は、振り出しもそれなりにやりやすくて、姿勢もかなり安定方向に行くのかな。じゃあ高速コーナーとかではこのディフューザーをつけるとそのリアの安定性が増すっていうことね、もう少し安心してコーナーに突っ込んでいけるっていう解釈でいいのかな。なかった時と比べるとやっぱり安心してアクセル開けていけるんで、飛び込んだ先の最初のアクセルオンのタイミングもちょっと早めることができたかな。それがないやつと弱で強くなればなるほどアクセルのタイミングはすごく速くなります。
けど強すぎると逆に今度振り出しづらくなる。ストレートでダウンフォースがかなり上がるっていう風だよね。そうですね。その代わりでも、リアにすごくなんて言うんでしょう、トラクションがかかる感じっていうのがあるんで、コーナーの出口あたりとかはすごく立ち上がりやすい。特に出口でアクセル開けてって、こうリアが滑って姿勢がふらついて加速できないなっていう感じがなくなって、かなり縦方向に強く働く感じが出て、立ち上がりの加速はすごく楽でした。なるほど。結構そのない状態とつけて、その一番ダウンフォースが強い状態に乗り比べてもらうと、すごい変化が全然変わると思うね。路面状況とかそのですね、コースレイアウトに合わせて一つセッティングパーツとしてはすごい面白いかなって。風を操る男。はい。面白かったですね。はい。ありがとうございます。